ついに魚が釣れました。ダイビングは沈船三昧。今までの沈船ダイブの中では最高の沈船ダイブでした。6300円でこれです。もう泣きたいです。そして東京へ。おはようございます。これ今朝食に向かっているところですが、ホテル内が館内が寒くてですね、長袖引っ張り出してきております。必ず薄手の長袖はいつも持っていくようにしましょうね。おなじみの広いレストランで朝食です。テーブルに乗り切らないぐらい豪華ですね。考えて撮ってるんだけど、どうしてこんなにすごい量になっちゃうんだろう。でも全部食べちゃうんですけどね。グアムはアメリカでは片田舎ということになるのでしょうが、僕にはビバリーヒルズのような高級住宅街のように見えます。丘の上とか高級別荘地なんでしょうかね。今日も細い水路のような入り江を通ってアプラ港に出ます。これはね、耳の後ろ、この柔らかいところにね、この辺一帯に塗っとくと耳抜きが非常に楽になります。耳抜きに不安がある人はこれ本当に一回試してみるといいですよ。米軍の実弾演習のため、この一帯が潜水禁止になるとここに旗が上げられます。1本目はターザンケーブというところになりました。ホラー穴みたいになってるんですよ、大きい。でそこの上からロープこう吊るしてあって、地元の人が上の方から海に向かって遊んだりとかしてる。ここには海底遺跡があります。水路との情報もあるのですが、水中に水路？いずれにしても今は使われていません。水中座敷わらしを発見しました。こちらは僕が一番好きなチョウチョウウオ、ウミズキチョウチョウウオです。カッシーさんに日頃の仕返しをするチャンス。ヒヒヒヒ。ちょっとこれ配信できないでしょ。しちゃうもんね。お、魚がかかったようです。
シーラ、最近はハワイでの呼び名マヒマヒとしても知られています。おでこが隆起していないので、これはメスでしょうかね。昨日潜ったブルーホールの上にやってきました。船の上からでも黒い穴が見えるんですね。カメラを水中に入れてみると、ほーら、これがカッシーさんの心にぽっかりと開いた穴です。今回は隣のポイントクレバスでエントリーし、ブルーホールでエグジットしようという作戦です。早速ツマグロがお出迎え、縄張りを見回っているようですね。みんなで撮影しているのはナンヨウハギとフタスジリュウキュウスズメダイのコロニー。青い方がドリーでおなじみのナンヨウハギです。またツマグロです。同じ個体かもしれません。ブルーホールまでやってきました。カッシーさんが心の穴を埋めようとしているのかもしれません。またツマグロです。普通1匹ずつ黒い模様に違いがあったりするものですが、今回は3回とも特に違いはわからないですね。同じ個体だとしたら僕たちをストーキングしてるということになりますね。こちらはトゲチョウチョウウオ。この人懐っこさから見て、昨日カッシーさんと遊んでいた個体かもしれません。イグジットです。サメが見送ってくれています。向こうはすごいスコールです。しかし前は晴れています。船に上がると突然天気が悪くなってきました。スコールから逃げるように船を飛ばします。しかし港に着くとこの天気の良さ。キャプテンが釣った魚を僕らにもお裾分けしてくれました。これさっきのマヒマヒです。マヒマヒ。味はどうですか？甘みがあるしすごいうまい。ではついにグアムのラストダイブです。事情があってちょっとヘロヘロですが、最後は東海丸、沈船東海丸に、乗っていきたいと思います。まだ浮いていますね。頭が水面に出ています。それがあら不思議。何にもしていないのにいつの間にか潜っています。忍法いつの間にか潜っているの術。ブイは東海丸に直接結びつけてあります。船内の探索を早回しで見てみましょう。
東海丸は1930年昭和5年に竣工した4隻の機内丸型貨物船のうちの1隻です。この型の貨物船は従来35日を要した横浜ニューヨーク間の所要時間をおよそ10日も縮め、世界中を驚かせました。日本の造船技術が世界に追いつき追い越した瞬間でした。東海丸は主に生糸を運んでいましたが、第二次大戦が始まると海軍に徴用され、1943年昭和18年にアメリカの潜水艦の雷撃を受け、ここに沈没しました。造船の歴史の中ではとても有名な船なんですね。これはマストではなくデリックのようですね。そしてこのポイントの最大の特徴、東海丸の真下にもう一隻沈船があります。コーモランと呼ばれるドイツの非防護巡洋艦で、第一次大戦中の1917年にここで自沈しました。2つの大戦の難破船が同じ場所に沈んでいる世界で唯一のダイビングスポットです。最終日のラストダイブが終わりました。なかなかね、いい迫力のあるすごく大きいいい沈船でしたね。なんか今までの沈船ダイブの中では最高の、沈船ダイブでした。これでね、グアムもねまったりしたとても平和なダイビングで、これはこれでねいいですね。なかなか、水の透明度がいいのがいいね。最後の沈船だけは透明度が良くなかったんですけど、なんか沈船っていつもそうだよね。うん、オッケー。イエーイ。乾杯。乾杯。イエーイ。ブルブル。甘い、なんていうかね、なんだろう、ジュースっぽい。ジュースっぽい。あ、美味しい。カッシーなんて本開く前に寝るよね。ガスは本当に速攻で寝るから。特技だね。やっぱり誰でも特技を持ってるよね。嫌味です。この人もう寝てるよって言うと、寝てないよって寝言で言うの。現地ガイドの藤江さんとはここでお別れです。ホテルに戻ったら大急ぎで機材を干さなければなりません。そのための洗濯紐は常に持参しています。室外機の前に干すことができたので、今回は割としっかりと乾かすことができました。夕飯は近くの人気店へ行こうとしたのですが、手前の店は混んでいて入れなかったので、隣のこの店にしました。お疲れ様です。最後の晩餐です。じゃあ、あるちゃん、グアムの海はどうでしたか？グアムの海は平和でしたね。平和。なんかこう原点に戻った感じだよね。ダイビングってこうだよな。だからいいんじゃない？初心者とか、あと疲れちゃった人には。チキンチーズサラダ。これね、チキンがうまい、すごく香ばしくて、タレもなんか美味しくてすごく美味しいです。どう？ロコモコ優しい感じ。
マッシュルームソースで、なんか思ったりガツンとじゃなくて優しい感じ。本当に塩が箸に取られた。ちょっと食べます？どうぞ。夜さ、お腹すくからね。あのカッシーさんは残します。ロコモコも食べきれた。最後の朝食、やっとバイキングを取るのがうまくなってきました。チェックアウトしてまだピックアップまで時間があるので2時間ほどあるので、ビーチ沿いの、カフェに来ました。グアムらしい風景だよ。そこ鉄板になってんの、もしかして違う？違います。違うか、ただの机か。したいよね。しかし、まあ、なんか浜焼きできるっていう。できないの？ちょっとハマグリちょっとしてます多分ここは磯丸水産だと思います。ここがグアムを代表するビーチ、タモンビーチです。スパゲティが4200円します。僕はビーフ&マッシュルームっていうのを頼みましたが、まあ多分ステーキですね。5000円ぐらいします。昼飯で4800円とかで、ストロベリースムージーも頼みましたが、スムージーが10ドルします。1450円。スムージー1杯1450円。だからそれ結構そんな高くない、普通だよ。なんだけど今の円安だから。円安じゃなくたってスムージー1杯1000円ってことだよ。で10ドル、どこも10ドルするよ。変なの頼んで失敗してるパターンで。わざと散々悩んだ挙句失敗を選ぶから。 YouTube 用にわざとやってるの？いや、仕掛けたやつ嫌でしょ。あ、でも味はいい。ここは全然悪くない。サラダチキン。ハッシーも入るから、ハッシーも入れてやろう。ハッシーいらない？美味しいですか？おいしいです。まだサラダだけなんだ。サラダも美味しいですかって聞くのもどうかと思うけど。何スープだと思います？玉ねぎ？味噌汁。あれ思い出すね。脳みそ。脳みそ。何の時どこでしたっけあれ？脳みそ。もうホールでその話題が出たから、その時は撮ってある。でもそれも載ってるボホール編に出てる。なんてちょっと張り食って脳みそってあれも YouTube のため？君が言ったんでしょ。これがケイジャンチキン。ケイジャンチキンですね。そしてこれがビーフマッシュルームです。見た目何が違うのか分かりません。ビーフかチキンが違うだけで味は一緒かもしれません。ちょっと食べてみる。ビーフなんかね、すき焼きのタレで煮込んだ感じ、だから、まあ、こっちの肉にしては柔らかい。
バッターが頼もうかと思ったけど。Thank you。ハンバーガー。これはすごいわ。あーすごいすごい。皆さんシンもありですか？いや、美味しそうだよね。この肉の厚み見てください、これ。肉の厚みがね、うわ、これでかいよね。ハンバーグみたい。ボタボタ垂れとるがな。ケイジャンチキンもらいました。まあ味は悪くないですね。なんか全然ケイジャンではない。同じような味。いや、多分タレが全然違うから。あそう。でも結構似てる。こっちはすき焼きのタレで煮ましたみたいな。こっちはスパイスので煮ましたみたいな。まだ全然食べてないけどもう胸がいっぱい。これ量が多い。とにかくご飯の量も多いし肉の量も多い。この店良かったね。初めからここくらい良かったぐらい。いや、夜はでもこの倍するんじゃないのか。あ、ランチだからね。量で見たらさ、2人分あるじゃん。じゃあ2人分で2人でシェアするって考えたら高くない？まあね。分かってればね。これ以上食べれません。 6300円でこれです。もう泣きたいです。お茶漬け食べたいです。お茶漬けが恋しい。空港への迎えの車が来てくれました。一番こっち来て違うなと思ったのはですね、パブリックビーチで勝手にバーベキューやっていいところがここは少ないんですよ。ないことはないんですけど、サイパンどこでもやっていいんですよ。その辺の違いは大きいなと思いましたね。みんな異常にバーベキューが好きですよね。大好きですよ。もう週末必ずバーベキューですからね。それで近く寄っていくと食べてけよってもう普通に全然知らない人にも言いますけど、食べてけよ食べてけ。それがいいですよね。グアムはねすぐ帰れる。あと5時間ぐらいで帰れるっていうのがいいところですね。もうモルジブなんかだとこの空港の時点でうわこっから丸1日かとかね、そうなるわけですけど、もう5時間も飛べばね帰れちゃいますね。どんな顔しとんのこの機内食については全く記憶にありません。寒いよ、日本は寒いよ。こうして東京に帰り着きました。世界征服を目論む秘密結社悪の十字架のアジトの情報を入手した仮面ダイバーアラちゃん。誇らしいな。ここだな。閉まっている。悪の十字架。ここに間違いない。これでよし。こうしてまた一つアラちゃんの活躍で悪の秘密結社が壊滅した。しかしこの世に悪が途絶えた試しはない。今も助けを求める人々が君を待っているのだ。急げアラちゃん、門限も10時だ。これからフィリピンのブスアンガ島へ向けて出発いたします。マニラ空港のドーナツ事情もリポート。空港の裏側覗いちゃおう。トラレーンかい。草原の中にある飛行場、なんかアフリカみたい。すごい綺麗な景色。家を出てから13時間ぐらい経ちました。どこか懐かしい景色を抜けてはるばるたどり着いたところはまるで楽園のようなところ。いやいや、だからあれアメリカの航空会社だったらダメだ。これうまい。食べ物が美味しい。うまいこれ。海の中も充実。
オオトカゲも充実。